こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回の動画ではこちらを作ります。こちらはですね、すべて手作りです。今回使っていくのは気まぐれキャットのキマデコというクレイジェル、粘土状のジェルですね、を使っていくんですけれども、こちらは後日お客様のサロンワークに使用するパーツです。お客様からの今回のオーダーはホイップクリームのワンちゃんです。事前にパーツを作り置きしていきます。まず今ね使っているこの透明の棒はキューティクルオイルです。キューティクルオイルの棒にセロハンテープを貼って、その上にクレイジェルでパーツを作っていきます。いつもねこのキューティクルオイルのスティック使ってるんですけど、パーツ作り置きの時はこれは透明なので裏からもライトがねしっかり当たるので、厚みがある 3D でもしっかりと効果をします。ジェル 3D も厚みがありすぎるとね中が生焼けになってしまうことがあるので、こういう裏もねクリアだとより効果がしっかりと行われます。そしてセロハンテープを貼ることで後で取るときにねすごい綺麗にパカッと外すことができます。今回は久々のジェル 3D を作っているので結構ね説明することが今たくさんなんですけれども、定期的にブラシはエタノールで拭いてジェルがつかないように使っていきます。エタノールで拭かないとジェルがベタベタくっついてきてしまうのでこまめにね拭いていきます。そしてホイップの細かい線はウッドスティックで作っていくんですけれども、ちょっとねウッドスティックの先端がケバケバしていていまいちだったので、しっかりと一度ウッドスティックを削り直していきます。ウッドスティックの削り方動画も実はなんとあるんです。あるので概要欄にねリンクを貼っておくので、ぜひそちらも参考にしていただけたら嬉しいです。ケバつきがなくなるようにしっかりとねスポンジファイルもかけて、ウッドスティックにはエタノールを染み込ませていきます。ちょっとね白いので白飛びしちゃってますね画像が。ですがさっきは少し太めだったりとか、このウッドスティックの先端パサッとライン入っちゃったんですけど、やっぱりね綺麗に削り直すと線が綺麗に入りますね。いいですね。ちょっとサクサク線を入れていっちゃいましょう。ウッドスティックにもエタノールを染み込ませると説明しましたが、先ほどのシリコンブラシと同様でウッドスティックにエタノールを染み込ませておかないとクレイジェルがね結構ベタベタしてきてしまうので、必ず染み込ませて扱っていってください。今回の動画ではホイップワンちゃんをね2匹作っていきます。2匹目はちょっと倍速で作っていきますが、1匹目の子はそのままの速さでいくので、ぜひ一緒に作ってくださいね。まず一度顔のベースの部分ができたらライトに入れて硬化をしていきます。その間にクレイジェルをね今度は小さく取り分けていきます。お耳の部分とほっぺたの部分で合計4つミクスチャーを作っていきます。この時にお耳用は2つとも同じサイズ、ほっぺ用は2つとも同じサイズで作っていきます。硬化させたお顔の上にパーツを足していきます。クレイジェルはジェルなのでライトに入れたらしっかりと硬化します。なのでこうやって上から重ねて置いていくことができます。少し丸みがある部分などはシリコンブラシのシリコン側を使っていったり、キュッと引き伸ばしたい時やくっきり出したい時はシリコンブラシの裏側のプラスチックの断面の部分を使っていくと扱いやすいです。どちらの面も定期的にエタノールで拭いてベタつかないように扱っていきます。まずくぼみを入れる前に両方ほっぺを同じ形に作っていきます。形を揃えてからウッドスティックを使って先ほどと同様にホイップのくぼみを作っていきます。ホイップのくぼみは
左右対称ではなくて、ちょっと変化があった方がリアルなホイップ感が作れます。ウッドスティックは木の棒なので結構ね、このラインがキュッとまっすぐ入りがちなんですね。なので少しカーブ感を丸みを出したいときはシリコンブラシで一度ウッドスティックでつけた線をなぞるようにしてほんわか感を足していきます。本当にちょっとした作業なんですけど、結構この作業があるかないかでこのホイップのほわっと感が出るか出ないかが決まってきます。それでは次はお耳をつけていきます。ほっぺの部分は一度硬化しても硬化しないでそのまま作っても、ここはどちらでも大丈夫です。もしね、ブラシで触っちゃいそうで怖いなっていう場合は一度硬化しておいた方が念のために良いかなと思います。ほっぺと同様で、まずは同じ位置に両方とも置きます。それから形を作っていくと左右対称の位置に置きやすいです。片側先に作ってからもう片側を乗せていこうとすると意外とね、1個目と違う位置に置いちゃったりとかしがちなので、先にね、両方同じ位置のところに置いてから形を作っていくというところがポイントですね。お耳も左右対称ではなくて、ちょっとね、形が違う方がリアルなホイップ感が出て可愛いですよ。ずっといじっているとバランス感がね、ちょっとよくわかんなくなってくるので、一度手を離して少し遠目に見るとバランス感がよりよく見えてくるので、ちょっとね、定期的に一回手を離して遠くから見るというのも大事です。それではお顔の土台の部分はこちらで完成です。もう一度ライトに入れてしっかりと硬化をしていきます。この後アート用のジェルを使って顔を描いていきます。このね、顔を作る部分も 3D で作ってプクプクっと作っても夢かわっぽくて可愛いかなとはちょっと悩んだんですけど、この上にもうそのままペッペッとね、落書きっぽく顔を描いていった方がリアルなこういうメレンゲとかホイップのお菓子っぽく仕上がるかなと思いまして、今回はリアルなお菓子感で作っていきます。口の部分と目と鼻を描いていきます。目を描く前に先にね、鼻を描いてしまった方がバランスが取りやすいです。目は顔の中に2つあるんですけれども、鼻はね、顔の中心に1個しかないので、まず鼻を描いてからその鼻から均等な距離感離して目を描いていくとバランスよく顔が描けます。なのでもう片目を描くときは必ず先に描いた左目の方の目と鼻の距離感や位置をね、確認しながら位置を決めていきます。こちらで1匹目のワンちゃん完成となります。ジェルなどでね、ライトに入れて硬化をしていきます。こちらです。かわいい。それではもう1匹ワンちゃん作っていきます。1匹目のワンちゃんと作り方は同じですが形が違います。作り方は同じなので、こちらでは解説は入れていかないので、あとね、2倍速になっていますので、もしゆっくり見たい方は低速して見ていただけたらと思います。
それでは2匹目のワンちゃんもあと目を描いたらなんと完成となります。こちらのワンちゃんは両耳の上にもさらにね、ポンと前髪の部分を作っています。こんな感じで2匹が完成しました。かわいいかわいい。動画の冒頭でこちらキューティクルオイルのスティックにセロハンテープを巻いていると説明しましたが、このセロハンテープを端からパカッと剥がしてもらうと、なんとパーツがポロッととっても簡単に取れます。こんな感じです。スティックの上で作ってる時はサイズ感あんまりね、ちょっとよくわかんなかったと思うんですけれども、両方とも1センチないぐらいのサイズで作っています。そして次回の動画ではこちらをお客様にサロンワークの施術で爪の上に乗せていくので、そちらの動画をアップしたいと思います。こんな感じでね、施術後は親指の中央にちょこっと乗る感じのサイズで作っていますので、ぜひ次回の動画もお楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひ高評価も押していただけたらとっても嬉しいです。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もしてくださいね。また見てね。